東京町探検です。今回の探検は虎ノ門から愛宕山を経て再び虎ノ門まで U 字型に歩きます。その1回目は江戸城外堀の遺構を見て歩き、当時の姿を想像します。どうぞご覧ください。スタートは地下鉄虎ノ門駅6番出口です。右に立つのは登録有形文化財の旧文部省庁舎です。案内図が立っているように、この辺りには中央官庁が集まっています。図の青い建物が国会議事堂、各省庁、裁判所などの立法行政司法機関です。ところで、駅名になっている虎ノ門はどこにあったのでしょうか。それを探るために江戸時代のこの辺りの様子を想像していきましょう。ここが旧庁舎の入り口です。後ろを振り返ると、正面にビルが見えます。ここに江戸城の外堀がありました。ビルの両側の道が江戸時代の堀端の道ですから、このビルは外堀を埋めたところに立っているわけです。堀は私の後ろの旧庁舎からビルの敷地を通り、さらに先まで続いていました。そして目の前の道路の中央分離帯あたりに外堀に架かる橋がありました。橋を右へ向かうと江戸の外へ進み、左へ向かうと江戸城です。この橋を左の江戸城側へ渡ったところに虎ノ門見附がありました。見附とは見張りの侍を置いた防御拠点です。虎ノ門見附の作りを図でお話しします。青いところが外堀です。そこに張り出しを作って橋を架けていました。この図で上が北、江戸城のある側です。そこには石垣がそびえていました。橋の北側には石垣で囲まれた空間がありました。これを枡形と言います。そしてこことここに門がありました。敵が攻めてきて万が一一つ目の門が破られても、二つ目が破られる前に敵は枡形に滞留します。そこを三方から攻撃できる造りになっています。江戸城36見附と言われますが、その多くはこれと同じ造りです。虎ノ門見附は虎の御門とも呼ばれていました。堀は旧庁舎のところでほぼ直角に曲がっていました。したがって右手の庁舎や今歩いている歩道は堀の中です。左に見える車道はギリギリ堀の外になります。旧庁舎の端まで歩くと右手に広い空間があります。そこに入っていくと石垣があります。外堀の石垣を保存しているものです。石の表面に矢羽の刻印が見られます。これはこの部分の石垣作りを担当した大名が刻んだものです。工事中に石の所有権を主張したり、完成後には自分が担当したことを示したりするために刻みました。堀の底のように見えるところは当時の水面の位置を表しています。
水面の高さまで降りてみましょう。石垣の向かい側に地下鉄の駅の階段があり、それを下っていきます。目的の場所は地下1階です。そこに展示室があり、当時の水面の高さから石垣を見ることができます。石垣の石は伊豆半島から運んできた伊豆石です。そうしたことや当時と現在を重ね合わせた地図など大変興味深い展示があります。石垣に使われていた石だろうと思います。完成すると表面しか見えませんが、かなり奥深くまで埋め込まれていることがわかります。この近くには石垣が4カ所保存されており、それらをつなぐと当時の堀の位置を想像できます。今いる場所は上から2番目です。この後1番、3番、4番の順に見ていきます。いずれも外堀内側の石垣です。旧庁舎の裏側、西側にやってきました。ここは新旧庁舎に挟まれた中庭になっています。ここに石垣の1番目が保存されています。先ほどの石垣より表面の加工が粗く丸みを帯びたままで平らになっていません。ここにも絵や写真を使った説明があります。刻印の解説もありました。これによれば先ほどの矢羽の刻印は豊後佐伯藩毛利家のものです。ここから南を見通します。この石垣の延長上に2番、3番、4番もあり、かつての堀の位置を実感できます。次に向かう途中に江戸・東京の歴史を表しているであろう階段があります。1580年、織田信長の時代から始まっています。ところどころ絵があります。その年の江戸・東京の様子かもしれません。ここで明治になりました。最後は2008年でした。明治時代にはここに工部大学校がありました。工業分野における人材育成を目的とした学校です。後に東京帝国大学と合併し、現在の東京大学工学部につながっています。帝国大学との合併の後もここに校舎は残っていましたが、関東大震災で倒壊しました。この碑は倒壊した建物のレンガなどを利用して作られたそうです。工部大学校史碑の隣に保存されている外堀石垣その3があります。上という字が刻まれていますが、この刻印は先ほどの説明にはありませんでした。こちらも同様です。違う目的で付けられたのかもしれません。次の石垣は道路の向こう側にあるので、歩道橋に向かいます。歩道橋の横に立つのは日本初の超高層ビル、霞が関ビルディングです。1968年、昭和43年に完成した当時はもちろん日本一高いビルでしたが、現在は同じような建物に囲まれています。
歩道橋の先にある石垣は、外堀が直角に曲がる部分のものです。上から見るとこんな様子です。歩道橋から下に降りました。私の立っているところが堀の中です。角は重要な部分ですので、ひときわ大きな石で表面をきれいに成形して隙間なく積み上げています。この角には櫓が立っていました。櫓とは天守閣を小さくした形をしており、見張り台、剣、武器などの保管庫です。もちろん戦となれば重要な防衛拠点になります。この場所には江戸時代初期に小田原道が通っていました。また飲料水の貯水池であるため池も近かったことから重要な場所だったのです。歌川広重の江戸名勝図絵虎ノ門です。ちょうどこの場所を描いたものだと思います。手前に立っている金毘羅大権現の上りを覚えておいてください。ところで外堀の幅はどのくらいあったのでしょうか。正面の木の奥に大きなビルが見えます。あの手前まで堀が広がっていました。幅は4、50メートルです。堀の対岸の方へ歩いていきましょう。こちらが南西の岸だったところです。そしてこの道路の向こう側が南東の岸でした。画面右端あたりで堀が直角に曲がっていたのです。歩道の向こうに神社建築が見えます。先ほどの浮世絵にあった金毘羅大権現、虎ノ門琴平宮です。鳥居には中国神話の霊獣の彫刻があります。こうした鳥居は大変珍しいものです。右に朱雀と白虎、左に青龍と玄武です。お百度石は普通は願をかけるものですが、これは願いが叶ったお礼に奉納されたものだそうです。今回の動画はここで区切ります。最後までご覧いただきありがとうございました。次回はここ琴平宮から愛宕山に向けて歩きます。次の動画もぜひご覧ください。